こんにちは、まること P さんです。猫と暮らす家づくりのために実家をセルフリフォームしています。前回の動画でフロアを張り替えたので、今回は部屋を仕切る間仕切りを作っていきたいと思います。ではどうぞ。はい、ということで、DIY もだいぶ終盤に差し掛かってきたんですけども、間仕切りを最後作っていきたいなと思っています。間仕切り兼収納棚兼猫キャットウォークてんこ盛りでてんこ盛りの間仕切り、で間仕切りのイメージはこんな感じで考えてます。左右に猫たちが登っていける幅の違うステップ棚を立ててですね、パネルドアの上に板を設置して、猫がですね頭上をこう通っていけるようにしたいなと、そういう構造にしたいなと考えてます。前の賃貸の家の猫部屋の一番最初にやった間仕切りの構造を元にやっていきたいなということで、まずは間仕切りの軸になる柱をサンダーでヤスリがけしていきます。その後ブライワックスでコーティングしました。間仕切り用の 2x4 の木を2、4、6、8と10本用意しました。早速柱をまず立てていきたいと思います。で、次によく我が家でも使っているラブリコの 2x4 アジャスターを取り付けていきます。ということで柱を10本立てました。2x4 ブラケット棚受けを柱につけていきます。で、間仕切りのステップ兼棚の部分にこのいつも使っているメラミン化粧なんか来たメラミン化粧板を今回も使いたいと思います。 18×400×600 のものと、こっちが 18×300×900 のものを2つ2種類ですね、準備してます。残りの化粧板も柱に取り付けていきます。もう一つのステップ棚も設置していきます。で、こっちはですねテレビとかを置く予定なので、長い方の化粧板を使いました。はい、ということで両サイドに棚が2つ完成しました。で、次にこっちのキッチン側の方、こっち側の方にトリカルネットをつけていきたいと思います。で、動画にはちょっと撮ってないんですけども、このドア側のステップはちょっと高すぎたので1つ減らして3段にしました。切りやるトリカルネットを柱にタッカーで留めていきます。で、こっち側にはパネルドアがつかないので合板とかをベタ張りしてもよかったんですけども、透明のトリカルネットを使うことで部屋の圧迫感を軽減できたりとか、前回もこのトリカルネットを使ってすごく良かったので、今回もトリカルネットを使いました。
次はパネルドア部分を組み立てていきます。まあ、ちょっと初めて買ってみたものなので、とりあえずちょっと開けてみて。これがメインパネル1メーター ×3 メーター、長さが196ぐらいだと思います。これついてる上側のレール飾った感じで、はいはいはい。これ取っ手とかもこういうのがあって、ここまでが普通の製品っていうかセットのセットからのオプションで、これが下のレール2メーターと1メーター、トータルで3メーターになっております。忘れたけど、これはね、横のバッチ閉めた時のなんかいい感じになるやつ。なんでまあ通常のパネルを3つ買って、でそれプラスオプションのパーツ、トータル4万ぐらいした。これをつけていきたいなと思ってます。はい。それからパネルドアの上に来る板は以前猫部屋で使っていたワンバイテン材を再利用したいと思います。でね、この板に上のレールをつける感じで考えてます。まず柱にワンバイテン材を固定してからヘッドレールを装着しました。追加で購入したボトムレールも裏側が強力な両面テープになっているので、いい感じの長さにカットしてから床に貼りました。ちょっとだけ上げる。L 字金具を追加したことでかなりたわみが軽減されたので、ヘッドレールをすべて固定していきます。次に壁面固定パーツを柱に取り付けて、壁面固定パネルをそのパーツに差し込みます。よいしょ。次に取っ手部分を取り付けていきました。磁石になってる。おーということで3連にしたのがこんな感じです。これでぴったりになりました。で、最初に補強したワンバイテンの板なんですけども、この上を猫たちが歩くっていうのを想定した時にたわみ防止っていうことで L 字金具をさらに追加しときました。求めてたスムーズ感できましたじゃあ次はこの棚の部分に猫たちがこう上に通っていけるように穴を開けていこうと思います。今まで怖い。
れるようになってる。次はこのですね、柱のところに面ロープを巻いて登っていけるようにしていきたいと思います。ロープを巻いていこうと思います。で、このボンドでくっつけていきます。まだ全然ボンドが乾いてないので、ここから乾かして完成です。猫壁とか作ったこの下後回しにしてたこの椅子の台、これを最後に作っていこうと思います。ワンバイ4が2つと、これが小上がりの柱に使った余った板2本。ということで、完成しました。はい、ということでですね、一旦この実家 DIY 完結です。パチパチパチ。まだやりたいこといっぱいあるんですよ。はい、そうね。はい、とりあえずでももうこれで一旦進める状態にはなったということで、はい、シーズン1実家 DIY のシーズン1は終了したかな。そうやね。一旦区切りという感じで、ケトカンとどんどんやっていって終わらんから動画では多分作るけどデスク作るなんか増えました。まあ一旦、はい、お疲れ様でしたということでいいですか？はい、お疲れ様でした。ということで、実家の DIY は一旦ここまで。猫たちが快適に過ごせてまったりできる空間のリビングになったと思います。また案が湧いてきたら追加で作っていこうと思っているので、見ていただけたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。